皆さんこんにちは。今私はですね、改良型のベゼルの方に乗っております。でこちらですね、納車されてから4ヶ月ほど経過したわけなんですけども、改良型になってからですね、いろいろ改良ポイントあったと思うんですが、内装に関してもね、少し変わっていたところがあったかと思います。その点ですね、ちょっと少しずつ、使い勝手とか傷の状況とかね、そのあたりをお話ししてみたいと思います。まず1点目ですね、一つ大きく変わったのがこちらのですね、スイッチベースのところかと思います。ここですね、前期型ではピアノブラックとなっておりました。ですので、例えばここのステアリングのですね、こういった形のところと同じような感じの、テカテカと光った、樹脂にね、こういう塗装をしてくれているものだったと思います。ですので見た目としてこういうね、ピカピカと光ったところがこのスイッチベースのところだったんですけれども、後期型になりましてからここがこんな感じで無塗装の状態となりました。でこれですね、見た目としましてはやっぱりこのキラキラしたものの方がですね、かっこいい感じはあるんですよね。こう見比べていただくとちょっとね、この、ちょっとプラスチックだなっていう感じがものすごく分かりやすくなってしまったところは確かにあると思います。でただ一つ、その良くなった点としましては、やっぱりこの辺りってミラーを操作したりとか窓を開けたりってことでどうしても手がよく触れる場所なので、どうしてもきつめだったりとか、予期せぬ傷がついてしまうところがあると思うんですけども、その部分が塗装がされなくなったことによって傷が目立ちづらくなったっていうところは確かにあるのかなと思います。ちょっと寄ってみますと、伝わるかわからないんですけども、4ヶ月間、一般道も走りましたし、あとは新潟の方に3泊4日で旅行きましたんで、気兼ねなく使いました。旅の最中って結構疲れたりもするので、この辺りで綺麗に扱うって難しいので気にせず使ってたんですけども、こんな形で、目立った傷っていうのはないかなと思います。おそらくピアノブラックだったらちょっと分かりづらく小傷が見えたりすると思うんですが、そういったところがね、見えないってところが、一つね、メリットなのかなというふうには思います。例えばピアノブラックですと、このスイッチベース、こちらのステアリングのね、スイッチベースもよく触ると思うんですが、分かるか分からないんですけども、指紋というかちょっとね、手の油か分かんないですけど、この辺りちょっとシュッとついていたりしますので、本来であれば、こんな感じでね、ちょっと汚れが目立ったりとか小傷が目立ったりするところが減ったっていうところがいいのかなというふうに思います。ただやっぱりですね、皆さんベゼル乗られる方であれば多分自分の愛車ですので大事に乗られると思うんですよね。そうなると、この辺りがピアノブラックだったとしても、そんなに派手に傷がつくことはおそらくないんだと思います。我が家も前期型2年7ヶ月ぐらい乗ってましたけれども、ここの部分ですね、確かにどうしてもついてしまう小傷はあったかもしれませんが、目立って大きく汚かったとかってことではなかったので、やっぱり大事に乗る方多いと思うんですけど、そうするとそんなに気にはならないかなと思います。あともう一点はですね、ここの部分ですよね。シフトの分回りがあるかと思います。我が家はプレイだったので、この辺りがオレンジ色で特殊な塗装みたいなのしてあったと思います。で今はこんな感じで、Z グレードとかもともとこんな感じだったと思うんですけど、ピアノブラックになったという形です。でここもね、やっぱりどうしても傷がつきやすかったりすると思うんですが、見た感じですね、とても綺麗に保つことができているかなと思います。カローラクロスとかですと、この辺りですね、この自分の太ももの横のこの辺りまでずっとこうピアノブラックなんですよ。そうするとやっぱり自分のこの太ももとか、例えば冬ですとこういうね、今ちょっとこういったちょっとコートを着てるんですけども、コートとかダウンジャケットですとここら辺までこうファスナーがあったりすると思うんですが、この辺りがやっぱり自分の横だとカチンとね当たってしまうことがあったりして、カローラクロスの場合だとここが気を使うし、実際傷がつきやすいところなんですけど、ベゼルの場合はこの辺り、自分のこの運転の真横じゃなくてちょっと前の方で終わってるので、やっぱり傷がつきづらいなと思います。何か乗り込んだ時にカツンと当たってしまう位置ではないので、この辺りの配慮がいいかなと思います。ここから下はねちょっと差があるので、見た目としてはちょっとこのプラだなって感じはするんですけど、実際使ってての傷はやっぱりつきづらいとか目立ちづらいのがいいなというふうに思っています。今この状態であればすごくね綺麗に保ててることができているので、ここが前期のプレイと違ってピアノブラックになるのでどうかなと思ったんですけど、今のところ綺麗かなと思います。であともう一点はですね、こちらのですね、ここの物入れがちょっと大きくなって、
こちら側だけじゃなくて助手席側からもこのアクセスしやすくなったっていうところがあると思います。この使い勝手はとてもよくってですね、やっぱり開口部も広いので手がすごくね余裕を持って入れるっていうところ、そして、結構奥深くてですね、こんな感じで私の手はすっぽりと手のひら入ってしまうぐらい奥が深いっていうところがあるので、ここにやっぱり物入れができたのはとても大きかったなというふうに思っています。でこちら入り口部分がこのようにピアノブラックとなってますんで、もしかしたらね慌ててガツンと入れるとねここにガツンと当ててちょっと傷がつくかと思うんですが、そこだけはちょっと気をつける必要がやっぱりあるかなと思ってます。で我が家はそこをなるべく気をつけて静かにこうスマートフォンとかねものをこう入れるようにしているので、今のところ傷はついていないかと思います。ただね気は使う部分なので、ここはちょっと後期型のベゼル乗られている方は綺麗に乗りたいのであれば慌てずに物の出し入れをした方がいいかなと思う点かと思います。であとですね、もう1点ですね、後期型になってから変わったのがこちらのシート、分かりますかね、このシートのこの横のここの処理なんですよね。これまではちょっとこういったフェルトっぽい生地じゃなくって生地がこう織り込まれてた感じだったんですよ。色は確かに白だったと思うんですけども、横はフェルトみたいので加工するようになっています。これ実は前期型のフィットでもこういうんじゃなくて布っぽい感じだったんですけど、後期型のフィットになったらやっぱりこういうフェルト地になってましたんで、多分本田さんの処理の方が一律変わったんだと思うんですよね。フェルトになると、例えばよく触ってしまうと毛玉ができたりとかフェルトってしますよね。であとちょっとこう糸くずがつきやすかったりってところがあると思うんですけど、やっぱりこの脇っていうこともあってなかなかね物が触れたりしないところもあるってところもあってか、こんな感じですごく綺麗には保ててるかなと思います。ここね結構処理が変わった点ですので、どうなるかなと思ってるんですけど、すごくねいい感じかなというふうに思います。あとはですね、こちらですね、プレイで変わったのは先ほどのスイッチベースの横の部分ですね、ドアアームレストのところですけども、こちらがねこういったグレージュの色だったのが黒になったところがあるかと思います。ですので、ここも汚れが目立ちづらくなったかなと思います。グレージュですね、こういう感じですごく綺麗なんですけれども、前期型でですね、私の車両はなかったんですけども、よく見受けられたのが後ろのですねセンターのアームレストあると思うんですけども、辺りのグレージュの白っぽいところが黄ばんできちゃうっていう事象が結構見られました。やっぱりその白なので、日焼けなのか例えば何かでこう変色しやすかったりするのかわからないんですけども、そういったことがね実はちょっとグレージュってあったんですよね。で前期型のプレイですね、我が家は2年7ヶ月とか2年半以上乗ってたんですけれども、汚れはやっぱり白いところはね汚い手で触らないようにしてたんでなるべくついてなかったと思うんですけど、やっぱりどうしてもその色味として日焼けだったりするのか、ちょっとした変色みたいな感じで、よく見ると例えばこの日がよく当たりそうなところとかが最初とはちょっと色変わったかなと思ったような瞬間も確かにありました。目の錯覚かもしれないんですけども、こういうところですよね、こういうハザードの周りとかやっぱ日が当たりやすいんで日焼けは若干しやすいのかなというふうに思います。これが後期型どうなるかというのは分かんないんですけども、その点開け閉めのところに一番触れてしまうここが黒くなっているので、この辺りがね気兼ねなく触れるようになったっていうのはいいかなと思います。これであれば汚れがついてもわからないですし、変色してもちょっと分かりづらいかなというふうなところもあるかと思います。後席のヘッドレストが巨大化しましたよね。で今片側だけ上がってると思います。後席先日乗ったんで上げた状態のままなんですけども、あんな感じで大人の人のね座った時の頭が来る場所をしっかりと支えてくれるようになりましたんで、やっぱり実際後席乗ってこの前高速道路移動してたんですけども、とても快適性高かったなというふうに思います。ですのでやっぱりいろんな体型の方が乗っても、そこの支えがねしっかりとあるので体を預けやすくなったなっていう点はあると思います。ただこういうふうにちょっと見ているとやっぱすごく大きくなった感じがあって、デザイン的にはやっぱり前期型の方がスタイリッシュだったかなっていうのは確かにあります。後席にね人がよく乗るって方であれば、利便性的にこちらの方がいいんですけれども、後席あんま乗らないんだよねって方であればただ見た目としてはね前期型の方がやっぱりかっこよかったかなっていうところはあるかと思います。センターのアームレストのところに紐がつきまして、取っ手の部分ですね取れるところがついたので出し入れはすごくしやすくなりました。どのメーカーもそうだと思うんですけども、センターのアームレストって
シートの境目にね指を突っ込んでこう書き出してくるみたいな感じの出し方だと思うんですけど、それをせずにあそこを引っ張ることができるので、変なこう傷だったりとか変な力いらずにね引っ張り出せるっていうのはとても良くなったかと思います。自分の車であれば多分皆さん気をつけると思うんですけど、後席って大体人を乗せる友人だったりとか親だったりとか、特にこの車に対してなんかこう思い入れが深い方ではないというか、そういう方も乗せたりすると思うんですけど、そうするとね言葉悪いですけど雑に扱われてしまうこともあると思うんですが、あそこに取っ手があることによってどんな方が初めて乗ってもねあそこ引っ張ればいいのかっていうのが分かりやすいので、変に傷がついたりしないというところがとてもちょっと安心感上がったなというふうに思っています。であとはですね、こちらのプレイであれば青い褐色が入るようになりました。これまではねここシルバーの褐色だったんですけども、ここすごく鮮やかな青が入るようになりましたよね。最初どうしても慣れなくって、ここが例えばアンビエントライトみたいな感じで夜だけ光るみたいな感じであれば、そんなイルミネーションもあってもいいかなと思うんですけど、日中でも結構これすごい発色のいい青でして、アンビエントライトがついてるかのような感じで目に入るので、ちょっと最初はね気になったというか、ちょっと慣れない感じはありました。ただやっぱりどうせプレイに乗るなら派手な方がいいなと私個人は思っているので、ここがこれだけ日中でも存在感あるっていうのはものすごくいいなというふうに思っています。ちょっと青が好きか嫌いかっていうところはね人によってあると思うんですけども、とてもこれは爽やかな印象ですし、やっぱこれぐらい主張されてた方がついているんであればいいかなというふうに思っているところはあります。ということでですね、今回はこちらのベゼルのプレイが納車されてから4ヶ月ということで、後期型になって前期型からいろいろ変わった点あったと思うんですけども、実際に乗っててですねどんな感じで保てているかとか、使い勝手としてどうかっていうところについてお伝えさせていただきました。今回の動画参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。実際ですねこの辺り先ほども言いましたけども、気を使わなくなった場所と、逆に気を使うようになったピアノブラックがね出し入れするような場所とか、手が触れやすい場所にちょっと増えたっていうところはありますんで、車全体を通して傷が目立ちづらくしましたよってわけではないと思うんですよね。やっぱりこの辺りのスイッチベースってところはやっぱ ZRV とかフィットでもこうなってますんで、おそらく今後ホンダさんではこの仕様にしていくって意味で変わったってところがあるのかなというふうにも思います。それをよく言えば傷が目立ちづらくなった、手を触れるところ目立ちづらくしましたよっていうふうには言えるかとは思います。ただこういうよく使うところも、そしたらじゃあピアノブラックじゃなくて無塗装なんじゃないのってところは実際に意地悪を言うと思うんですけれども、この辺りやっぱりその車の内装の中心ってこともあってね、あまり貧相にしてしまうとちょっとベゼルちょっと内装シャチじゃないって思われちゃうところがあると思うので、この辺りはピアノブラックにしてくれてるんだろうなとは思っています。今後もこのチャンネルではベゼルの情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。